皆さんこんにちは。全然関係ない話なんですけど、みんな iPhone と Android どっち使ってます？僕ね、ずっとスマホは iPhone を使ってきたんですけど、なんか最近異常にね、Android が気になってきて、なんか知り合いがこの前こんなかっこいいの出るよって見せてくれたのが、このナッシングフォン。これめちゃくちゃかっこよくないですか？これ全然案件とか全くそういうのじゃなくて本当に違うんですけど、これ異常にかっこいいなと思って、こんなん男の子のロマンじゃないですかね、こんな背面つけてる感じ。なんかね、それ見始めたら、いろいろね、Android 結構個性的なね、携帯があって、いや、ちょっと iPhone 飽きてきたから、やべえ、Android 欲しいかもって思っちゃって、みんなね、聞かせてください。どっち使ってるか。で、逆にAndroid おすすめな人、なんでおすすめなのか、ぜひね、コメント欄に書いてほしいです。なんか全然関係ない、都市伝説陰謀動画なのにガジェット系のね、コメントになっちゃうんだけど、まあね、ほんと、使ってる人いたらぜひ教えてください。話は変わりますけど、みんなね、古代の人々がなんか双眼鏡みたいなのがあったとしてね、こう宇宙、ブワーって覗いたら、この六角形を目撃したらどう思うと思う？今日は謎に満ちた土星の紹介をしていきたいと思います。まずはね、土星の基本スペック。土星は太陽系の惑星で全8惑星のうち太陽から6番目にある惑星です。地球は太陽から平均1億5000万キロ離れていますが、土星は平均14億2900万キロ太陽から離れています。なぜ平均かというと、これは簡単に説明すると、惑星は太陽の周りを楕円に公転しているので、日々太陽からの距離が変わるからです。大きさは太陽系の中で2番目、木星の次に大きい惑星になります。地球の周囲が約4万 75km に対し、土星の周囲は約36万 5882km、なんと地球の約9倍もの大きさをしているんです。これだけでかいと1日の長さは地球よりも長いって思うでしょ。それが地球の1日は24時間ですが、土星の1日は約10時間32分と地球の半分もないんです。これは地球より速いスピンで回っているからなんです。太陽が昇って沈むまで約5時間ちょっとしかありません。しかし1年の周期は地球が 365.25 日なのに対し、土星の1年の周期は約1万759日とかなり長いんですね。1日10時間ってかなり時間足りないですよね。ただ1年が1万759日もあるから、そうなってくるとじゃあ一緒なのかっていう。時間って何？でもなぜ地球より大きい惑星で地球より太陽から離れているのに土星はその距離を保っていられるのでしょうか？僕たちのいる地球を含む8つの惑星は太陽の重力につかまり、太陽の軌道を公転しています。それは各惑星の持つ質量によって太陽からの距離、それぞれの惑星からの距離を保っているからなんです。僕の動画ではね、何回かアインシュタインの E=mc² は、これはね、質量の持つエネルギーを表す式と紹介しましたが、さらにアインシュタインの一般相対性理論の質量の持つエネルギーが時空の歪みを表す式は gmu=tmu であり、これちょっと何言ってるか分かんないけど、アインシュタインはこの時空の歪みこそ重力の正体であると言いました。なので大体は質量イコール重力と考えていいんですね。だからこそ地球より大きい惑星である土星は質量も大きいんじゃないってことは、重力も大きいから太陽に近づいていかないのって思うかもしれません。確かに土星の質量は地球の質量の約95倍もあるんですが、実は土星は質量の密度が少ないので、重力自体は地球の約 0.9 倍ほどしかないんです。なのでほぼ地球と同じってことなんですね。もし土星を浮かべられるほど大きなプールがあったら、土星はプカプカね、水に浮かぶほど軽い星なんて言われているんです。意味わかんないよね。あそこまで大きい惑星が、あれをね、入れられるほどのプールがあったら浮かぶんすよ。ビーチボールみたいに。どういうことっていう。じゃあそのね、95倍もある質量ってなんやねんっていう。土星はほぼガスで覆われていて、土星を構成する主な成分はほとんどが水素とヘリウムでできているんです。なので硬い表面がないんですね。理解できないよね。硬い表面がないって。重力はほぼ同じだから、実際にね、土星に降り立ったらあまり気にはならないんですけど、地表に降り立った瞬間から地中の中に沈んでいってしまうんです。土星を形成する物質の量は多いので、質量も多くなりますが、その質量の質量が小さいので、地球より95倍の質量があっても重力が軽くなるというわけなんですね。質量の質量が低いってもう何言ってるか分かんないでしょ。とりあえず中身スカスカだからこそ、その地球よりも離れているけどバランスをうまく保ちながら太陽の軌道を公転しているんですね。ぶっちゃけ他にもね、公転する際の遠心力とか惑星同士の距離感とか、惑星軌道面の向きが冷静面と同じか垂直かとか、いろいろ条件はあるんですけど、これ以上説明するとみんながね、寝るかオナニーするかゲームするかに走っちゃうので、ここら辺にしといて、土星もね、地球と同じような月のようなね、衛星があるんですね。NASA の発表によると、その数およそ82個。これは太陽系の衛星が持つ惑星の数でダントツの1位です。特に土星の衛星で一番大きいのはタイタン。このタイタンの
の大きさは水星の 15,329 キロより少し大きい 16,178 キロです。土星の周りは衛星だけでなく輪と呼ばれるガスや宇宙の塵、氷などで構成されたリングが周回しています。土星といえばこれだよね。このわけわからんようなね、自然でこんな綺麗なね輪が形成されるのっていう。この粒一つ一つの大きさは車ぐらいの大きさから、そしてね山と同じぐらいの大きさの粒もあるそうなんです。もう考えられないよね。ここをね宇宙船で駆け抜けたら小さい粒から山並みの壮大な粒を見ることができるんです。もう想像しただけでも絶景だよね。なんかこの小さい粒からもうバカでかいボーって想像しただけでもね、もう人類ここでとどまっちゃいけないね。1610年イタリアの自然哲学者であったガリレオ・ガリレイは自作した望遠鏡で土星を発見。同時に土星の左右に奇妙なものがくっついていることに気づきました。ガリレオは1年前の1609年に木星の衛星を発見したばかりだったので、土星には2つの衛星がくっついて動いていると考えました。1616年ガリレオが再び土星を観測し、土星には耳がついていると発表したんです。当時はねまだ望遠鏡がそこまでね発達していなかったので、なんかぼんやりとしか見えなかったそうなんですね。その後の1655年オランダのホイヘンスによって初めてリングであると確認され、望遠鏡の発達により詳しく観測されるようになりました。リングは外側から A 輪、B 輪、C 輪と3つのグラデーションになっていて、中でも B 輪が明るく見え、次に A 輪、C 輪は淡く半透明になっていることも発見されました。1969年になると内側に D 輪の存在が確認され、A 輪と B 輪の間に暗い空間があることも判明しました。この暗い空間の存在は1675年にフランスの天文学者ジョバンニ・カッシーニが発見したことからカッシーニの空撃と呼ばれるようになったんです。1837年にはドイツの天文学者ヨハン・フランツ・エケンが A 輪の中央付近で暗い帯状のような部分を見つけ、1888年にジェームズ・エドワード・キラーによって円形の発見した部分が A 輪の中にある空撃と判明し、円形の空撃と呼ばれるようになったんです。その後も打ち上げられた土星探査機パイオニア11号が A 輪の外側に細い F 輪を発見し、ボイジャー1号、2号も F 輪のさらにね外側に細い G 輪と淡く幅広い E 輪などを発見しました。A 輪の一番外側にある G 輪のことを G 輪は A 輪の住居者という意味の AG オキュパントと呼びます。そして2018年に発見されたのがレイワ。どんだけ発見すんだよお前らっていう、コロナの変異株みたいなほんと次々出てきますよね。これはね土星の基礎知識なんですけど、そもそもなんで土星って呼ばれるのが、これは古代中国において自然哲学の万物は火、水、木、金、土の5種類の元素から構成されるっていう五行思想が由来となっているんです。五行思想の概念は曜日を表すのにも使われていますよね。火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。五行思想ではね土はね黄色で表していて、そもそも土星も黄色っぽいから土星と名付けられたんです。なんかシンプルすぎてパッとしないよね。ただそんなみんなに朗報です。土星はかなり古代から発見されたと言われているんです。まず土星の名前ですけど、これは日本語ですよね。英語では Saturn と呼ばれ、これは土星の色が土色だったことからローマ神話における農耕の神、時間を司る神、土星の守護神サトゥルヌスを表すラテン語のサトゥルヌスが英語に変換されたことでサタンとなったんです。また土星の惑星記号であるこちらは神サトゥルヌスが持っている鎌をかたどったもので、彼はギリシャ神話の大地と農耕を司っている神クロノスと同一化されているんです。クロノスは時を司る神として表現されてますけど、確かにクロノスもサトゥルヌスも不老不死の神々の中、老人で描かれているんですね。時間の制約を表現していると。そんなサトゥルヌス、ローマにはローマが始まった頃、ユピテルに追われたサトゥルヌスはラティウムに逃れ、そこにいた民によって助けられた。サトゥルヌスは民に感謝し、民に文明を授け、黄金時代が開かれたという伝説が残っているんです。ここからローマ最後の王ルキウス・タルクイヌス・スペルブスによって紀元前497年にテンプル・オブ・サトゥルン、サトゥルヌ神殿が建てられました。とこのように古代ローマは土星を信仰していたというんですね。そもそもみんなクリスマス、あれってラブホが満員になる日じゃないからね。キリストのね誕生日だと思ってるでしょ。どうやらそれも違くて、12月25日みんなが祝ってるのはサトゥルナリア祭だという説もあるんです。土星を意味するサトゥルヌスを崇拝していると、ローマのお祭りで現在の暦で12月17日から1週間続き、みんなで屋
贈り物を贈り合ったりご馳走を食べたりするらしいんですね。しかも生贄もしていて、食べ物、家畜の性器、あるいは人も捧げていたなんていう話も残っているそうです。生贄はみんなやったからそう驚くことじゃない。さらに時代をね遡ると、古代エジプトでは土曜日が週の始まりとなる日であったり、ユダヤ人がこの習慣を反転させ、週の終わりである土曜日を安息日サバスとしたとも言われています。また土曜は黒い太陽と言われ、古代シュメーリやバビロニアで繁栄していたセム族の主神エルの象徴として崇拝されていたんです。メソポタミア神話にはニヌルタと呼ばれる神が存在し、農業と治療、人々の病を治し、悪魔の力から解放する神であったとされています。そんなニヌルタの名前の意味は大麦の主を表していました。この神が後のサトルヌスと同一であるという考えがあるんです。ニヌルタはシュメールの神エンリルの息子であると考えられ、ニンギシュ、ニンギリスと書かれていることもあります。ニヌルタの妻はバウであり、これはクバウ、クババとも呼ばれ、クババはローマ神話の土星の神サトルヌス、ギリシャ神話のクロノスの妻であるレアと同一とされています。実際に土星の5番目の衛星にレアと名付けられているんですね。またニヌルタ、またの名のニンギスのシンボルは鷹に乗ったニヌルタ、相当のワシ、そして土星でこのシンボルはフリーメイソン関連組織のスコティッシュライトやゾロアスター教のズルバーン派が使用しているんです。ゾロアスター教というのはね、はっきりとした時期はわからないんですけど、ゾロアスターを開祖とした宗教で、古代ペルシャで紀元前約2000年前ぐらいにね存在していたとされているんです。紀元前2000年前ってかなり古いよね。だからこのゾロアスターを宗教の元となったね、世界最古の宗教だと考える人もいるんですね。まあ見ての通り、古代から人類は土星崇拝をどうやらしてきたようなんです。理由としては、太陽が日中を照らす存在であるなら、同じような闇を照らす存在がいるはずだと考え、それは太陽系天体の中で最も公転周期の長い天体で長く眺めることができるから土星だとされていたんです。もしね、ユダヤ教が土星崇拝だったら、そこから発生したね、イスラム教も土星崇拝なのかもしれません。偶然なのか、ニヌルタの妻バウ、クババはキュベレーとも考えられ、キュベレーは人類に知恵や言語を授けた神で、語源は立方体のキューブだとされています。さらにラテン語でこのキューブはカバと変換され、イスラム教徒にとって最も神聖な場所であるカーバ神殿は立方体の建造物で、建物の中心にはアブラハムが添えたという国籍キューブが置いてあるんです。なんでこの黒い立方体キューブを崇拝しているのか。ここには黒い岩、隕石とされるものが祀られているんですね。そしてその黒い立方体キューブは現代も僕たちの生活の中に存在し、世界の各地に設置され、隠された悪魔崇拝なんて言われています。あと企業のロゴも土星をオマージュしているとされていて、例えばトヨタ土星の輪ですかね。そしてインターネットエクスプローラーもこちらもで、このナイキのね、このスウィッシュあるじゃないですか。このスウィッシュも土星の輪だと考えてるんですね。んなこと言ったら、この俺の顎もね、このいい感じに土星の輪っぽくなるよね。その他にも日産、インテルなどとね、まあもう輪があればね、何でもそうなっちゃうのかってぐらいね、こじつきにはなっちゃうんですけど、今現在僕たちが行っている儀式の中にも土星信仰が盛り込まれていると言われて、みんな何だと思いますか？これですよ、これ。婚約指輪の交換。そして他にも神格化されている人たちの頭の上に輪が描かれていることが多いですよね。まあこれはね、神聖なね、ヘイローってね、言われているんですけど、これも土星信仰の象徴だと。まあ古代の人々が本当にね、その立方体を崇拝していたのかわかんないけど、まあそこに繋がってくるのが、冒頭に見せた土星にはね、非常にね、奇妙な現象を見ることができるんです。こちら、いやなんかね、もう今の背景聞くと、まあどこかね、宗教的な、まあカルト味を感じますよね。これ眺めているとどんどん頭がおかしくなってくるような、ラスボスのね、ステージのような、土星探査機カッシーニが撮影した土星の表面に現れている六角形の模様。全長約3万キロで、大気は高さ300キロ、地球がすっぽりこの六角形の中に入ることができるんですね。この渦は土星の回転スピードと同じで、最大約 350km で回転しているそうなんです。科学者たちはこの六角形が何なのか、本当頭を悩ませたんですね。宇宙のどこを探してもここまでな綺麗な形をね、探すことはできないということで、しかもこの六角形動いてるんですけど、動いててもこの六角形の形を大幅崩すことなく綺麗に、六角形を保ちながら回ってるんですね。なんなんやんこれって、原因はねはっきり分かっていないんですけど、一番有力とされているのがアメリカニューメキシコ州ソコロにあるニューメキシコ工科大学の惑星学者ラウル・モラレス・フベリアス教授の率いる研究チームが土星北半球の高密度の大気をコンピューターでモデル化し、様々な気流によるシミュレーションを行いました。すると雲で覆われた大気層で極周囲で発生している東へと吹く
うジェット気流が下に流れる風に押し上げられていることで六角形になることが判明したんです。そしてジェット気流の間にもいくつかの渦が発生していて、北極に近いほど渦の数は増しているんです。特に土星の赤道付近には風の帯があり、渦が北極に近づくにつれ風の帯を押し曲げ、より角張った六角形になるということなんです。完璧に再現することはできなかったけど、一番近い状態だと、この台風の目、中心はね、地球で発生している一番バカでかい台風の50倍だそうです。もはや固形物のない火山噴火のような状態です。マッドマックスフューリーロードの砂嵐のシーンやったじゃん。あんな感じかね。あれよりやばいか。とはいえね、まだまだ謎の多い現象ですよね。そしてこの六角形の中にはあることも当てはめることができて、それがそう、先ほど登場したブラックキューブ立方体なんです。立方体はこのようなね、見方をすると六角形にもなるんですね。またこちらを開封するとなんと十字架の形にもなります。なのでとりあえず今ある宗教や古代の人々は古の時代から今までも土星を崇拝しているという考えがあるんで、そしてある意味それを悪魔崇拝的に捉えているって感じですかね。なぜなのか。古代から闇を長く照らしてきた土星、太陽から6番目の星で、土星は1週間の6番目の日でもあります。そんな土星を崇拝していた古代の人々は神々を土星の象徴としてシンボル化していきます。それが先ほどのサトルヌスやクロノス神たちですね。そして土星は英語でサタンじゃないですか。サタンに似すぎですよね。悪魔のサタンと。このサタンのね、語源であるサトルヌスはね、サタンと直接的なね、関連性はないって言われているんですけど、彼らの役割は非常に似ていて、サタンはキリスト教においてもともとは天使だったが神に背き挑んだ存在として敵対視されていますよね。実はサトルヌスの同一神クロノスもギリシャ神話においてオリンポスの神々に挑む存在なんですね。どちらも敗北するんですけど、役割は非常に似てますよね。光の神に対する闇勢力として、また星座で見てみても面白いんですけど、ヤギ座を守護する存在は時間と制限の星である土星なんですね。悪魔崇拝にはヤギをシンボルとして使ったり、生贄として使ったりしますよね。ただこのヤギの姿、下半身が魚で上半身がヤギであるその姿はアイギパーンという怪物で、全知全能の神ゼウスと女神ニンフの間から生まれたとされているんです。ここで序盤で話した土星の神サトルヌスと同一神であるメソポタミアの農耕の神ニヌルタに戻します。ニヌルタの父親はエンリル、今世界の形を作り人間を作ったとされる神ですよね。そして母親は大地の女神ニンマフ。そんな彼らの姿、神々を表すアヌンナキの姿を思い出してください。鷹の姿の他には何か思い出しませんかね。そうなんです。魚をモチーフにしたような服を着ているものがあるんですね。そんな時間と制限のある星が立方体ブラックキューブマトリックスの世界を作り、それを崇拝する古代の人々が現代にも残っているっていう感じですかね。知らんけど、古代の人々がね、自然あるものに何かね、意味を付け加えたのか、あるいはね、本当に古代宇宙からね、謎の生命体が飛来してきて、この地球とここにブラックマトリックスキューブ植えて、もうみんな仮想世界にしたのか、答えは正直どっちでもいいんですけど、どちらでもワクワクするよね。科学的に見てもこの六角形本当謎だし、そして神話的に見ても古代の人々がそういった意味付けしたのもワクワクするし、どちらでもいいんですけど、そんな謎の多い土星ですけど、 NASA の土星探査機カシーニが2016年頃土星本体と輪の間を通過したデータを分析したら、土星からエンケラドスという衛星に向けてプラズマ波が伝わっていることが分かったんですね。そのデータを音に変換して聞くことができるんですけど、それがこちらなんです。もうゾッとするよね。宇宙浮遊してて真っ暗の中ね、この巨大土星が現れて、この音源聞こえたら多分知る完全に悪魔でした。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。